ケモンの得意の燃やすについて調べました。発売から2週間以上経ったのですでに答えは出ているかもしれませんが、私もポケモン図鑑が完成して調べられるようになったので改めて確認しておきます。燃やすが得意なポケモンは全部で34種類もいますが、それぞれに性能差があるかどうか気になりました。より生産能力が高いポケモンがいればそのポケモンに仕事を頼みたいところです。ということで調べるのですが、先に結論から書くとポケモンの燃やすに性能差はなく、どのポケモンが作業しても同じ効率になります。結論は少し物足りない結果となりましたが、他にもいろいろ分かったことがあったので見ていきましょう。まずは最初の実験。5つの町から呼んできた居心地の良さの違うポケモンも引きで比較します。リザードンがこのまっさらな町に住んでいて居心地はちょっといい感じです。他の町のポケモンの居心地が影響するかは分かりませんが、異なる組み合わせで選んでいます。作業は全員共通で走行路で鉄を10個溶かしてもらいます。開始タイミングが若干ずれていますが、終了時にわずかな差しかないのであればそもそも得意に差がない、さらに言えば居心地も影響しないということがわかるので適当でも問題ありません。一応時間は計っていますが、鉄を溶かすには1つ2分かかるので今回は20分待つことになります。ということで早送りです。1200秒ということで予定通り20分でした。さらに順番通りほぼ差がない状態で終わったので得意に差がなく居心地も影響しないことが分かりました。サボっているポケモンがいないか一応中身をチェック。大丈夫ですね。次は伝説のポケモンを加えて手軽な溶鉱炉で同じように鉄を10個溶かしてもらいます。これで差が出れば伝説の威厳を保てそうですが、差がないのであればまた待つだけなので今度は一気にカットします。10分経過したところで順番に完了しました。伝説であってもポケモンの得意に差はなく、メタルな溶鉱炉は半分の時間で作業が終わるという結果に。あとは雨が降っているのも影響しないようです。予想通りではありますが物足りないですね。一応中身をチェック。ポケモンの種類と居心地が影響しないことは分かったので、次は少し別のことを調べます。燃やすは溶鉱炉に素材を入れたら連れ歩き状態にして指示を出している人が多いと思いますが、ポケモンが近くにいない時などは甘い蜜を使って呼ぶ必要があります。なのでその手間を短縮できるのかご確認したいと思います。このようにポケモンの住処から遠く離れた場所に溶鉱炉を設置して素材だけ入れて指示は出さずに放置してみます。距離によって作業が行われるか否かの判定があるかもしれないので離れた場所に複数設置します。住処からはそこそこの距離がありますが道はつながっているのでここは大丈夫だと思います。ここも一応地続きではありますが距離がかなりあるので厳しいかもしれません。最後に境界ギリギリの一番離れた場所に金も設置しておきます。鉄しか溶かしてくれないなんてことはないでしょうが、一応
あとは他の町で待機して十分な時間を空けてから確認します。では結果を見ていきます。近いところだけでも完成していたら嬉しいのですが、成功です。指示をしなくても材料さえ入れておけばしっかり燃やしてくれたようです。しかしここは距離が近いので遠い場所だとダメな可能性もあるかもしれません。ここも大丈夫でした。次はかなり遠い場所なので難しいかと思いましたが、問題なく延べ棒になっています。最後は距離があることに加えて地続きでもないのでどうか。いや、何の問題もありませんでした。境界近くであっても指示なしで勝手に作業を行ってくれました。最後はダメ押しで道が全くない上空に設置してみました。リザードンなら飛んでいけなくはなさそうですが、成功です。溶鉱炉に素材さえぶち込んでおけば燃やすポケモンに指示する必要なんてなかったんですね。結論、燃やすはどのポケモンに任せてもよいし、住処から離れた場所に設置しても問題なし。ただし遠くで作業が行われるにはプレイヤーがそのエリアにいないことが条件なので、他の町に行くか家の中に入るかスイッチのホーム画面で待機する必要があります。ということで以上です。ご視聴ありがとうございました。またブログもチェックしてみてください。